こんにちは、イラストレーターの松田優です。ついに始まってしまいましたね。アトリエユーさん。このチャンネルはですね、簡単に言えばお絵描きのチャンネルです。特にジャンルに縛られずに、コミックを描かれる方、ちょっとイラストを描かれる方、少しね、リアルめの海外に近いようなイラストを描きたい方、そういう方にね、すべて共通で参考になるようなテクニックとかノウハウとかちょっとしたコツをお伝えするチャンネルです。記念すべきといいますか第1回目なんですけれども、今回が、第1回目のお題はこちら。はい、男女の体の描き分け方。よくね、イラスト好きなんだけど、こういう感じ。このバストアップ、ここまでは上手に描けるんだけれども、こっから下がなかなか描けないよっていう方いらっしゃいませんか？こういう方のためにね、男性女性の体の特徴、男性と女性ってね、見て見分けるのは簡単ですけれどね、さあ自分でね、いざ描いてみよう、描き分けてみようとするとね、結構難しいんですね。で、各パーツに男性ならではの特徴、女性ならではの特徴っていうのがありますので、そういうとこもね、踏まえてね、私がイラストレーターなんですよ。描きますよ、今回は。書いているところを見てね、参考にしていただければと思います。それではこちらをどうぞ。はい、男女の体の描き分け方ということで、まずですね、男性の方を左半分にちょっと描いてみたいと思います。適当に、顔があると頭があるとしますかね。で、男性らしさっていうのはね、3つあるんですよ、実は。首それから顎、それから肩幅、この3つを書けばね、大抵男性らしくなるんですね。ちょっとやってみますね。まず首ちょっとね、太めにがっちり使いますね。そしてここまでが首として、肩幅ですね。肩幅、これ今回はね、ちょっと描き分けということで分かりやすくね、男らしい男の人描いてみたいと思いますね。で、肩幅ですね、がっちりあって、腕もあって、こっちもがっちり、下腕があって、こんな感じで、ディティールはそんなに描かないですけれども、そして、腰ですね。男性はね、意外とこのボックスで描くとうまくいくんですね。ボックスであまり滑らかな曲線とかなしにですね、こういう感じでなんとなく縦に箱っぽいこういうラインですね。あまりこういうライン出さない。そして、ももですね。そして、ふくらはぎ。今回はちょっと足なんかはこの程度にとどめますけれども、だいたいこんな感じ、男性の体っていうのは。で、肘っていうのは腰よりちょっと上ですね。肘っていうのは腰よりちょっと上。そして、男性の特徴としては骨盤に対して意外とももがね、直角に、交わっている。こんな感じが男性の特徴です。そして顎をしっかり描いて、首を太く描いて、肩幅ですね。これ広く取ってやると男性に見えます。
はい、それに対して女性はどんな感じなのか、今度こっち半分に女性書いてみますね。身長は男性よりちょっと低いということを想定してこんな感じですね。でこれをやらない、首太く書かない、首細く、それから顎もできれば小さく、で肩幅、これもね、ここのなんていうんですかね、僧帽筋書かないんですね。女性はどっちかっていうとこうえぐれた感じで、この肩幅もそんなに広く書かない。それから女性の特徴といえば胸ですよね。ただ胸っていうのはね、この体のこの体側というか、この横のシルエットから出ることはないです。特に日本人女性の場合、この体側のラインから飛び出た胸を持ってる人ってのはね、結構な巨乳です。なのでだいたいこれを書いてやって、ここに、胸があるんだよっていうのを書いてやれば、だいたい日本人女性はこれで、だいたい描ききれると思います。でちょっと後の課題になるので手をちょっと残しておいて、で女性の最大の、特徴っていうのは骨盤なんですね。ここがさっき男性ボックスっぽく書くって言いましたけど、今度女性はですね、台形、こっからちょっとこう、今ちょっと極端に書きますけど、こういうふうに台形に広がるっていう感じで、腰が現れるんですね。でここの幅が男性の比率のこの幅よりもちょっと広くなるんですね、女性って。なのでさっき男性まっすぐ足きましたけど、女性ってこっからこういうラインでももがちょっと付け根からややこう内側に収束するような形でももが入ってくる。ちょっと書いてみますね。こんな感じ。極端な早書き大会みたいなのでこんな感じなんですけど、で膝があって、でふくらはぎがあって、今ちょっと足はこの程度にさせていただいて、で、手なんですけれども、この骨盤が男性の比率よりも広いので、手はこうやっていかつく描くと男なんですけど、女性を描くときはこっち側に肘が当たって、ちょっと外側にこう腕のシルエットも極端、この骨盤が邪魔してって言い方おかしいですけどに当たって、ちょっとこう外に逃げる感じ。こちらもぶつかって外に逃げる感じ、こんな感じにすると女性の体のシルエットになります。やっちゃいけないのが、首太くしちゃダメよ、顎ねごっつくしちゃダメよ、そして肩幅は狭めにしましょう。で骨盤のところが広がって、ももは外側から膝の方にちょっと収束するようなライン、これが女性独特の足のシルエットのラインです。はい、いかがだったでしょうか。今の時代ゴリゴリのマッチョの男の人を描くっていうシーンっていうのはね、少なくなってきてるのかもしれません。男の人もね、スタイルが良くてスラッとしていてね、どちらかというと男性と女性の間のユニセックス的なね、ちょっと美少年とかね、そういうのも流行ってますから、
そういうのを描きたい時はこの2つの特徴を少しこう寄せていけばね、あまりマッチョじゃなくスラッとした男性、少しこう凛々しい女性なんかも描けるのかなと思っています。というわけでね、まだまだね、どこに向かっているのかね、微妙な探り探りのチャンネルではあるんですけれども、こういう感じでいろいろなノウハウを紹介していきたいと思います。それではまた楽しいお絵描きの時間でお会いしましょう。さよなら。